こんにちは。日本語教師のゆきえです。今日から本格的にポッドキャストを始めようと思います。以前にも少しだけポッドキャストを投稿したんですが、今日からは本格的にやります。どうしてポッドキャストを始めようと思ったかというと、正直動画が間に合わないからです。いろいろなね、レッスン動画を作りたいんですが、レッスン動画を作るにはかなり時間がかかるんです。だから、その間にも皆さんに何か役に立つような動画を投稿したいなと思って、このポッドキャストを始めました。ポッドキャストなので、聴解に役に立ててもらえたら嬉しいです。JLPT のための文法の動画ももちろんいいんですけど、文法だけやっていても日本語を話せるようにはなりません。事実、JLPT N2、N1 に合格していても話せない人がたくさんいます。私たち日本人も子供の時から英語を勉強していますが、テストの点数が良くても話せるかというと、話せない人の方が多いです。文法とか単語とかの言語の知識があったとしても、それを実際に使えるようにならなければ、勉強をしている意味がないですよね。文字で見る言語と発音する言語ってちょっと別ですよね。文字で見て分かっていても、発音を聞いたら分からないっていうことは多いと思います。あとは、読める、聞けるけど、実際に話そうと思うと、どうやって言えばいいか分からない。ね、言葉を知っているはずなのに、言葉が出てこないっていう人も多いと思います。テキストで勉強をして、文法や単語の知識が分かっている人でも、会話になるとうまく聞き取れない、わからない、話せない。これって発音の問題ももちろんあるんですけど、それだけではありません。テキストで学んだことって基本中の基本ですね。もちろん基本を知らなければ応用として話すようになることはできませんから、テキストで勉強する基本というのは大事です。でも、実際に会話となると、その基本をそのまま使うっていうことは少ないと思います。言葉というのは、その時代によって、そして話す人によって、ちょっとずつ違います。正しい言語というのは、基本は同じですけど、その基本から外れた言葉を言うってことも多いですよね。これは日本語だけではなくて、他の言語でも同じだと思います。例えば、有名なテキストのみんなの日本語で、彼は頭もいいし、スポーツもできるし、それに優しいです。という文法を学びます。何々し、何々し、それに何々です。という文法を学びます。これは一つのものに三つ何かがあることを並べる文法ですが、これをこのまま覚えても日常で使うと思いますか？使わないんですよ。これ、そのままを使うっていうことはほとんどないです。だって、それは会話だから。彼は頭もいいし、スポーツもできるし、それに優しいです。会話でこんな言い方はなかなかしないですね。どんな会話になるかというと、たかしくんってさ、
頭はいいし、スポーツできるしさ、めっちゃ良くない？わかる。しかも優しいよね。となったり、たかしくんってさ、頭いいよね。スポーツもできるし。あと優しいしね。こんな使い方もしますね。二人でその文法を分けて言ったりとか、その文法を最後まで言い終わらないうちに次の人が話をするとか、あとは言葉の間に違う言葉が入ってきたりとか、こんな感じで自由な話になると、テキストで勉強した言葉をそのまま使うことはないですよね。テキストだけで勉強をした場合、このフレーズしか覚えていないので、それを会話に入れたときにどうやって会話ができるかっていうのがわからないので、結局聞き取れないし、使うことができないわけですね。まあ、もちろん基本として知っておく必要はあります。ただ、やっぱりそれを使って日本人が話をしているのを聞くとか、それを使って人と話をするというアウトプットが一番大事だと思います。ただまあ、このね、ポッドキャストでは、私の一方的な話で皆さんが話をするということはできないんですけど、私、ネイティブな日本人なので、ネイティブの自然な話し方を聞いて、聞く力をつけてもらえたら嬉しいなと思います。もしわからない言葉があったり、聞き取れない言葉があれば、その部分を何回も聞いたり、止めて辞書で調べるなどをしてみてください。一応字幕もつけます。字幕は、YouTube の機能の字幕をつけます。なので、まあそちらを見てもらってもいいんですが、そちらは Google の自動翻訳で翻訳をされているので、完全に正しい英語に翻訳されているわけではありません。なので、参考程度に見ることをお勧めします。ちょっとこれだけでは寂しいので、ね、日本語についてのお話をしようと思います。日本語ってなぜか英語を取り入れたがるんですよね。まあ、英語じゃなくても、他の国の言葉、例えばドイツ語とかも、まあ、取り入れたりとかはするんですけど、まあ、外来語ですね。外来語が日本語にはたくさんあります。まあ、その中でも英語が一番多いと思うんですが、日本人は外来語をよく使います。例えば、今日の晩ご飯のリクエストあるって言ったりします。リクエストは日本語では直訳すると要求になりますが、要求っていうと大きいテーマに聞こえてしまうんですね。例えば今の例で、今日の晩ご飯の要求あるって聞くお母さんは日本人にはほとんどいないと思います。99%ぐらいいないと思いますね。まあ、今日の晩ご飯のリクエストあるとか、まあ、今日の晩ご飯何食べたいとか聞きますね。うん、このように、日本語よりも外来語を使われるケースがよくあります。今の私のケースっていう言葉もそうですね。ケースっていうのはその場合とか、その事柄という意味なんですが、これも基本的にはもうケースって言います。他にもね、いろいろな外来語があるんですけど、会話の時にさっきの要求のように日本語で言ってしまうと不自然になる場合があります。日本人がそれを言っている場合には、あ、それが日本ではよく使われている言葉なんだと理解してください。もちろん直訳した日本語で言っても伝わります。日本人はちゃんとわかります。でも、自然な日本語を話したいと思ったら、外来語を身につけると
もっともっと自然な話し方ができます。ただ、外来語なんだけど、英語の意味とは違う意味で使われることもあります。例えば、クレームを言うって使います、よく。なんかお客さんからクレーム言われちゃったとか、ちょっとあそこの店態度が悪いからクレーム入れてくるっていう言い方をするんですが、クレームというのは日本語では文句や苦情という意味になります。英語ではちょっとニュアンスが違って主張するという意味になりますよね。このように日本語は外来語を取り入れているけど、自分たちが使いやすい意味に変えてしまうことがあるので、使い方には気をつけてください。なので、このようにね、ポッドキャストで日本語ネイティブの話を聞いたり、日本のドラマ、映画、アニメを見て、自然な日本語を身につける。自然な日本語を聞いて、自分も真似をしてみるっていうのはとても大切だと思います。他の言語でももちろんそうだとは思うんですけど、一つのことを言うのに、いろいろな言い方がありますよね。言い方は一つではないです。なので、コミュニケーションというのは伝わればいいと思うんですね。テストだと正しい、正しくないっていうのははっきりしなければいけないんですが、コミュニケーション、会話というのは少しぐらい間違っていても相手に伝わればいいと思います。ネイティブでも文法、言葉、間違えて使っていることはよくあります。間違えてもいいから使う。最初はテキストで勉強します。テキストに載っている文法は全部正しいです。正しいんですが、それが自然な日本語かというと、そのままを言ってしまうと不自然に聞こえてしまったりとか、ちょっと会話がしにくいっていう状態になってしまうので、もちろんアウトプットとして練習として使うことは必要だと思います。でも、このようなポッドキャストを聞いたりとか、日本語のアニメ、ドラマ、YouTube などいろいろ日本語ネイティブが日本語を話している言葉を聞いて、その表現を真似してみる。わからない表現があれば、それを調べて、どんな時に使う表現なのか、どんな意味の表現なのかっていうのを調べて、自分もアウトプットをするっていうのが一番日本語を話すことができるようになる近道だと思います。なので私は日本語ネイティブの表現を使いながらこのポッドキャストをしていきたいと思いますので、よければこれからも聞いてください。今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後まで見てくれてありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、ウェブサイトもあります。ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。